にちは、もずくです。今回はスリーピー島最後のリフォーム動画です。島に住むキャビアとレイコ、さらに悪い魔女のお家をリフォームしていきます。それでは早速作っていきます。どうぞ。まずはキャビアちゃんのお家からリフォームしていきます。キャビアちゃんのお家は始まりの谷の砂浜に立っているんですけど、夢見でもそこが冒険の始まりとなるので、キャビアちゃんのお家は冒険の案内所にしていきます。なので、まずはお部屋を片付けて、キャビアちゃんには冒険の初期服っぽいお洋服を着てもらいます。で、次は壁床を決めていくんですけど、お家の外観の塩でちょっとやられてしまっている感じと合わせたいので、淡い色の壁床を使います。で、お部屋の設定は、玄関はそのまま、明かりは少し暗めの暖かい明かり、環境音は海にしておきます。では次は間取りを決めていきます。まず柱とカウンターを使って受付を作って、このお家は案内所だけではなくてキャビアちゃんが住む場所でもあるので、仕切り壁の後ろ側に階段と別の部屋につながるドアを設置します。で、ドアはあえて左右の高さを変えて設置して、受付の中が床から少し上がっているように見せます。全体はこんな感じです。ちょっと受付側が高くなっているように見えなくもないかなと思います。では次は家具を置いていきます。まず受付に椅子と紙、壁の前にはいろんな道具が入ってそうなクローゼットを並べておきます。で、さらにお部屋の真ん中にはテーブルと冒険のチュートリアルが書いてありそうな本を置いておきます。で、今のところキャビアちゃんの体の色を回収できていないので、ラグを使ってキャビアちゃんの色を取り入れておきます。次は仕切り壁には何も飾れないので、その分空間を埋めるために冒険の案内が書かれていそうな看板を設置して、テーブルの真上には壁のキャンドルと合わせたキャンドルのシャンデリアを配置します。次は左右の壁沿いに家具を置いていきます。まず左側には小物を置くためのテーブルと、その上に地球儀を置きます。で、私この地球儀にリメイクがあるって知らなくて、かっこいい地球儀の方だとこのお部屋に対してちょっと立派すぎたんで、代わりになるものを探してて、その時にめったに使わない地球儀にリメイクマークがついてることに気がついて、初めて使ってみました。多分ハピパラ配信とかでも登場する可能性がありそうです。で、その隣には夢見で来てくれた際にイメチェンしたい方もいるかなと思ったので、テーブルと鏡を置いておきます。では次は右側を埋めます。右側にも同じくテーブルを置いて、その上には困った時に話しかけるとヒントを教えてくれそうな袋を置いておきます。ではこれで床に家具を置き終わったので、次は壁を飾っていきます。まずフクロウの上に何か説明が書かれていそうな額縁と、他の空いたところにはシンプルなウォールシェルフで埋めておきます。で、さらに空いたところには説明などが書かれている看板とランプを飾っておきます。最後に貝殻のスピーカーでブルーおにぎりを流したら、これでキャビアちゃんの味は完成です。次はやっと離島で出会えたレイコちゃんのお部屋を作っていきます。レイコはボスが住む近くの森に住んでいる賢者なので、お家の中は施設とかではなくレイコが住むお家にします。で、まずはこの現実すぎるお部屋を片付けて、ずーっとまん丸い頭にかぶせたかった魔法使いの帽子とローブを着てもらいます。で、森と外観を見てもらうと少しダークな感じなので、お家の中もダークな感じにしつつ、レイコちゃんの色を取り入れていきます。で、お部屋の設定は玄関はレンガの壁と合わせて、明かりは薄暗く、環境音は森にします。では間取りから決めていきます。まず魔法を使うといえば何かを調合したりするイメージがあるので、キッチンを作ります。
で、キッチンの上にはカッティングボードを置いて、天井には手前の空間と分かれていることがわかるようにドレープをつけます。これでキッチンは完成です。次は右後ろを埋めていきます。スペース的にも狭いので、ここはレイコの書斎スペースにします。まず柱を使って壁の種類を変えて、間にレンガのカウンター、その上にはキャンドル、さらに椅子を置いておきます。で、天井あたりの空間が寂しいので、モロッカンなランプを明かりを消してオブジェとして配置しておきます。全体はこんな感じです。賢者が住んでいそうな雰囲気になってきたかなと思います。では次は左後ろに物置につながりそうなドアと、その前には木箱を積み重ねて置いておきます。これでお部屋の後ろ半分は完成しました。では次は手前側を埋めていきます。まず魔法使いとか賢者が住んでいるお家って人をお迎えするスペースがあるイメージなので、お部屋の真ん中にソファーとテーブルを置いて、その真上にキャンドルのシャンデリアを配置しておきます。で、次は左右の壁沿いを埋めていくんですけど、窓が現実っぽすぎるので、ちょっとでも見えにくくするために窓の手前に柱を立てておきます。はい、どうでしょうか。これで気にならなくなって、さらに奥行きも感じられるようになったかなと思います。では次はレイコちゃんの寝室につながるドアを設置します。で、左側にはお客さんにお茶を出すときに使うカップボードを置いて空間を埋めます。はい、全体はこんな感じになりました。個人的にこのままでも十分お気に入りなんですけど、レイアウトする的にいつも外と中のギャップをなるべくなくすことを大事にしているので、森に合わせて植物を取り入れていきます。で、そうすることでオーディオ家具も指のレコードプレイヤーを使って自然と馴染ませることができるので、カップボードの横に置いてうたた寝の夢を流しておきます。で、まだまだ植物を増やしていきたいので、まずテーブルの上に苔玉、床にはもう置くところがないので、壁全体にウォールプランツを配置して、さらに天井にもツルをぶら下げます。はい、これで植物を配置し終わったので、あとは空いている壁に額縁を飾ったら、これでレイコちゃんのお部屋は完成です。次は悪い魔女のお城の中を作っていきます。まずお城の中といえば高級感のある壁床や家具だと思うので、壁に宝具の壁を使って、床とアクセントウォールは怪しさが出るものを使います。で、お部屋の設定は玄関は石、明かりは薄暗く、環境音は地響きにしておきます。では間取りを決めていきます。まずお城といえば入ってすぐに階段と踊り場があるイメージなので、アイデアをお借りして作ります。アクセントウォールの墓場の壁は少し見える程度でいいので、まず左右を仕切り壁で隠して、左右の端に階段ダンスで階段を作ります。で、アクセントウォールが外の壁なので窓っぽく見えるように檻を壁際に並べて、その手前に豪華な展示台を使って踊り場を作ります。で、ここから少しアレンジなんですけど、こういう踊り場の下といえばその中に入れる入り口があるイメージなので、まずお城の壁を並べて、端画で左右の壁の終わりをなじませます。で、壁の前にお城の門とシンプルなパネルを使ったドアを置いて、また端画で閉じます。はい、どうでしょうか。壁のすぐ前に檻を置いたことで、外の壁が窓っぽくなって、踊り場の手前はゲートっぽく見えるかなと思います。では、さらに飾っていきます。まず、ゲートの左右にサンクスギビングベーススタンド、その上にドアと同じデザインのキューブライトを明かりを消して色を揃えた状態で置きます。で、さらに天井に紫のシャンデリアをまたライトを消してゲートの装飾として飾ります。で、次なんですけど、家具磨きのどんよりを使ってドアとライトから魔力が溢れ出ている感じを出します。はい、どうでしょうか。絶対に中に入りたくない雰囲気になってきたかなと思います。では次は手前のスペースを飾っていくんですけど、
これ以上家具を置かなくても十分な気がするので、左右に一つずつ骸骨だけ置いて、次は壁を飾っていきます。まず窓のところに蜘蛛の巣をリアルに見えるように少し覗かせるくらいの位置に配置して、左右の階段の隙間にも配置します。では次は左右と手前の入り口周りの壁を飾ります。まず正面のゲートと同じく扉を設置したいんですけど、シンプルパネルだと角度によっては隙間が気になるので、豪華な額縁を縦に並べて扉に見立てます。で、さらにその上にアイアンなドアプレートを設置すると、どうでしょうか。扉っぽく見えるかなと思います。ではこれをノコギの入り口に飾って、これでお城のメインのお部屋は完成です。はい、今回は2部屋作ります。さっきのメインのお部屋を上がった2階を作っていくんですけど、このお部屋はさらにお城っぽくするためにドアや入り口をたくさん作って部屋数を増やします。まず壁床はさっきのお部屋と同じにして、お部屋の設定も環境音だけ風に変えます。で、なぜ環境音だけ変えたかというと、間取りを作るとわかるんですけど、この2階は半分外みたいな感じにしたいので、お城の門を壁沿いに並べて風が筒抜けのお部屋にします。で、左右の空いたところと門と門の間に柱を立てて、柱の間と真ん中の門の扉っぽく檻を置きます。はい、門と柱と檻を置いたことで室内だけど外っぽくなったかなと思います。次は1階のお部屋と同じく門の入り口の左右にサンクスギビングベーススタンドと歯磨きされたキューブライト、天井にシャンデリアを設置します。で、さらに島釘でもいくつか作ったマンホールとキューブライトを使ったテレポートを、魔女が住み着く前はもともとお城内にもテレポートがあったという設定にしたいので、お部屋の真ん中にマンホールを置いておきます。で、あとは置きすぎない程度に骸骨を置いておきます。全体はこんな感じです。あとは左右の壁に1階でも使った扉に見立てた額縁を入り口が閉じて見えるように4枚くっつけて配置して、手前の入り口周りにも設置したら、これで魔女の住むお城は完成です。いかがでしたでしょうか。これでスリーピー島は完全に作り終えました。なので次はついに夢番地公開となるんですけど、お部屋の家具準備だったり、7人のサブ住民の柱を開放するための作業だったり、細かい作業があるのと、見ていて本当に RPG をプレイしているようなお散歩動画にしたいなと思っているので、また少しお待たせしてしまうかもなんですけど、ぜひ楽しみに待っててもらえると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。では次は夢の中でお会いしましょう。ほいじゃ。